氷の上に立つ若者たちの背中をいつも温かい眼差しで見つめる一人の男がいます。カナダ出身の名将ブルーノ・マルコット。彼が紡ぎ出す言葉と信念は、過酷なフィギュアスケートペアの世界で戦う教え子たちにとって暗闇を照らす灯台そのものでした。彼が授けた指導の中で、教え子たちが人生の宝物として心の奥に刻み込んでいる教えがあります。常にポジティブであれ。かつて度重なる怪我やペア解消に見舞われ、引退をも覚悟して絶望の淵にいた木原龍一選手を救い上げたのはまさにこの哲学でした。ブルーノは技術にとどまらず、木原選手の持つ美しく誠実な心という輝きを見出し、再び表情へと導いたのです。リンクサイドで常に笑顔を絶やさず、情熱的で肯定的な言葉をかけ続ける指導スタイル。失敗を恐れて縮こまるのではなく、フルスピードで技に挑ませ、たとえ転んでも決して怒らずに、それでいい、次に行こうと笑顔で包み込む。その絶対的な包容力があったからこそ、選手たちは再び顔を上げ、前を向く強さを手に入れることができました。そしてそのポジティブな光に導かれるようにして、さらなる奇跡が花開きます。ブルーノの言うことは本当に正しく、常に良い方向へ導いてくれる。パートナーである三浦璃来選手が深い信頼を込めて語ったこの言葉には、ブルーノの指導哲学が持つ真実の力が宿っています。三浦選手がまだ12歳のシングルスケーターだった頃から、彼女の中に眠る特別な素質を感じ取っていたブルーノ。彼の言葉が常に正しいと信じられるのは、そこに選手への徹底した観察眼とみなぎる愛情があるからです。スケーティングの特性、そしてパーソナリティの相性までをも見極める優れたマッチメイキングによって2人は運命的に引き合わされました。ブルーノが差し出す言葉は、選手たちが迷った時に進むべき確かな道しるべとなり、彼らを常に光ある場所へと導いていきました。完璧を求められる過酷なプレッシャーの中で、ブルーノが選手たちに求め続けたのは、決してミスをしない完璧さではなく、その日における最高の自分たちを表現することでした。体調が万全でない日も、心が折れそうな時も、その瞬間にできる最善を尽くせばいいという血の通った哲学。このエールこそが選手たちの肩の力を抜き、氷の上で信じ合う2人の絆を最大限に輝かせる魔法となりました。2026年ミラノの地で手にした日本ペア史上初となるオリンピックの金メダル。それはブルーノの指導哲学が生み出した信じる力が手繰り寄せた必然の奇跡だったのです。たとえ時代が移り変わり、選手たちが新たな人生へと歩み出そうとも、リンクに響くブルーノの温かな声は消えません。常にポジティブであれという教えは、これからも多くのスケーターたちの心に生き続け、彼らを良い方向へと導き、その未来を優しく照らし続けることでしょう。